まずはじめに紹介するのは、見たら死ぬ星、悪星。見たら死ぬ星？そんなテロ行為みたいな会議があるんですか？この話は江戸時代の東京で流行した噂で、その星を見たら最後、数日以内に命を落とすと言われていたんだ。しかしなぜ命を落とすのか、なぜ呪いを振りまいているのか、どんな妖怪なのか、詳細は分かっていない。本当にそんな会議があったんでしょうか？この星は1813年の5月、南の夜空に現れた。加藤エビアンの我が衣という本によると、その星は人の生首の形をしていたそうなんだ。加藤エビアン。水みたいな名前ですね。本に残っていることからも、本当に人が死んだかはともかく、当時噂があったことは真実だろうね。とりあえず、この話が本当だと仮定し話を進める。この悪星、見たら死ぬと言われているが、実は助かる方法があるんだ。そうなんですか？なら安心ですね。その方法というのが、ぼた餅を作って食べるというなんとも奇妙な内容なんだ。ぼた餅を作って食べる。どうしてそんなことで助かるんですか？わからない。ただ、石塚崩壊師という人の怪談文文集要には、ぼた餅を作って食べると免れることができると書かれているんだ。ぼた餅を食べるだけじゃなくて、作らないといけないのは少し面倒だが、死ぬよりはマシだろそりゃ死ぬよりいいですけど、根拠が不明すぎて不安になります。う。迷信なんてそんなものさ。しかし、実際に起きたことで似たような出来事がある。1910年にハレー彗星という彗星が地球の近くを通ったんだが、その際に有毒ガスが振りまかれる、空気がなくなるという噂が流行ったんだ。そしてそれを信じた当時の人々は、ガスマスクや携帯用酸素吸入器を用意したんだ。社会がパニックになると奇妙なことが起こるんですね。話を怪異に戻して、星にまつわる怪異は他にもある。有名なところだと、天狗だね。天狗ですか？天狗は星じゃなくて山にいる妖怪では？現代の日本ではそのような認識だね。しかし、本来の天狗の姿は違うんだ。古代中国が起源の天狗だが、その正体は、表示を知らせる流星だったんだ。流星？そう、いわゆる流れ星だね。これが天狗で、当時は天月狐と呼ばれていたんだ。怪異として見られた根拠といえば、地球に接近した隕石が大気圏に侵入し、爆発する際の音を怪異と考えたんじゃないかな。この時の爆発音を、天の犬が方向を上げていると例えられたみたいだよ。なるほど。天狗の起源はそんな感じなんですね。悪星が流行った時期には別の噂も流行ったんだ。それが、6月27日に大きな落雷が降るから、ヘギキュウリを下げろというものだ。ヘギキュウリ？ヘギキュウリが何のことかは調べたけどわからなかった。折れたキュウリのことかな。とりあえず、そんな高等無形の噂がたくさんあった時期ってことだ。というわけで、今回は東京にまつわる怪異妖怪都市伝説をドドンと6つ紹介していこ東京限定の怪異がそんなにたくさんあるんですか？う。めちゃくちゃある。なんなら全体の100分の1も紹介できないと思う。600個以上も怪異があるんですか？東京だけで。だから評判が良かったら他の話を紹介したり、別の地域についても特集を組もうと思う。なので今のうちにチャンネル登録、高評価、コメントへのリクエストをしてくれると非常に嬉しい。よろしくお願いします。東京の怪異だと、本書七不思議というものがある。そのうちこの話についてのまとめ動画を作ろうと思う。楽しみにしてます。それではどんどん紹介していこう。次に紹介するのは、残忍な老婆の行く末、朝地ヶ原の一つや。残忍な老婆、ヤマンバみたいなことでしょうか？まさにそんな感じの話だ。この話は東京都台東区浅草に伝わる話でね、大昔そこに建っていた一軒の家に住む老婆の話なんだ。昔、その辺りに家は一軒しかなかった。旅人がその辺りで休むとなったら、この老婆の家を借りるしかなかった。老婆は宿を求めてきた旅人を心置きなく受け入れもてなした。あれ？いい人じゃないですか？旅人が眠りについた頃、老婆は天井に上がり、旅人の頭めがけて石を落とす。急に残忍。旅人が使っていた枕も石で作られていて、それにより頭を挟まれて死んでしまうんだ。全然いい人じゃなかった。旅人を殺した老婆は身ぐるみを剥いで、それを売って生計を立てていた。なんて恐ろしい。実は老婆には一緒に暮らす娘がいたんだ。その娘のために金を稼いでいたわけなんだが、やり方が残忍すぎる。そこで天罰を下すために観音様が現れたんだ。観音様は旅人の姿に化けて、宿を求めて老婆の家にやってきた。老婆は観音様だと気づくわけもなく、いつも通りにもてなした。そして寝入ったところを見計らって石を落とす。老婆が確認しに行くと、そこで死んでいたのは観音様ではなく自分の娘だった。娘を手にかけたことにショックを受けた老婆は、近くの池に身を投げて命を落としたんだ。娘さんがかわいそうだけど、結果丸く収まったんですかね？この話、ここで終わりじゃないんだ。実はこの老婆、身を投げて死んで悪霊となり、果ては大蛇になって人々を苦しめたんだ。老婆強すぎませんか？そこで人々は仕方なく、大蛇を乳母ヶ池の守り神として崇めて、魂を鎮めたんだ。このように恐ろしい怪を神として祀り、魂を鎮めることを御霊信仰という。有名な話だと、三大怨霊の菅原道真の話があるね。
怨霊となった道真の魂を鎮めるために、天神様として太宰府天満宮で祀っている。だいぶ都合のいい対処方法だが、各地に伝承が残っているということは有効な手段というわけだね。なんか、めんどくさいヤンキーを持ち上げて機嫌を取る感じに似てますね。さて、次に紹介するのは、人を死に誘う悪鬼の縄。死に誘う縄？もうなんか嫌な予感が。この縄は人を死に追いやる恐ろしい怪異として、東京都の伝承として残っている。まあ、東京というよりも江戸かな。ある男がお参りをするために東京のある場所に向かっていた。すると日本橋あたりで奇妙なことに気がついた。一本の黒い縄がまるで歩くように動いて後をつけてきていたんだ。男は不審に思いながらも道を進み、やがていつも立ち寄る、信楽という茶店にたどり着いた。そこで少しだけ仮眠を取った男は店を出てお参りに向かう。その時はもう黒い縄はついてきていなかったそうだ。一体何が目的だったんでしょう。男がお参りを済ませて道を戻ってきた時、茶店のあたりに野じ馬がたくさんいることに気がついた。男も近づいて理由を探ると、なんと店の真ん中で主人が首をくくって死んでいたんだ。どうして急にそんな展開？しかも主人がくくっていた縄が、あの時の黒い奇妙な縄だったんだ。恐ろしくなった男は逃げるようにその場から立ち去ったそうだ。そんな話が、根岸康盛の耳袋という本に載っている。耳袋。聞いたことあります。そのうち、耳袋特集もしようかな。楽しみですけど怖いです。さて、この話だが、縄の他にも、くびれ鬼という鬼の話も伝わっている。くびるというのは聞き馴染みがないかもしれないが、要は首を吊るということだ。このくびれ鬼の恐ろしい特徴は、道行く人に首吊りをするよう勧めるということなんだ。なんて恐ろしい妖怪なんだ。ある男が、食い違い門の前でこのくびれ鬼に、夜この場所で首をくくるように勧められた。男はその日宴会の予定があり、そこに出席した。その頃には食い違い門での出来事をすっかり忘れていたんだ。そして宴会も盛り上がってきた深夜、男は急に食い違い門に行くと言い出した。不審に思った仲間が引き止めていると、男は正気に戻った。先ほどまで食い違い門で首をくくる気でいたが、今となってはなぜかわからない、と男は怯えていたそうだ。何はともあれ、助かってよかったですね。しかしその頃食い違い門では、別の男が首をくくって死んでいたそうだ。身代わりになったってことですか？怖い。このくびれ鬼の正体は亡者ではないかと言われている。亡者は成仏できなかった悪霊の一種。亡者は生きている人を死に誘う。そしてその人が死ぬと自分が成仏できるというわけだ。そしてその時死んだ人が新しい亡者になる。嫌なループですね。では次の怪異の紹介に移ろう。次の話は大牛にまつわる怪異、牛御前。大牛の妖怪？牛鬼みたいなものですか？まさに牛鬼だね。この妖怪は牛御前の他に、牛鬼、飛牛とも呼ばれているんだ。隅田川から現れたこの妖怪は浅草寺に侵入した。そこで毒の息を吐いて多くの僧侶を殺したり病気にしたりしたんだ。いわゆる牛鬼伝承と似たような話だね。牛鬼の伝承はマイナーなものを含めると全国に広がっている。吾妻鏡という本には1251年3月6日、浅草寺に牛のごときものが現れたと記されている。他にも実法案の遊歴雑記には牛の御前、牛島村という名前はこの地で悪魔や疫病を払うと宣言した五頭天皇から来ているという話や、後不覚さ天皇の時代に疫病が流行り、牛鬼のごとき異形なものが出現したが、その妖怪は牛御前社に飛び込み、五王の玉を残して消えたという話が載っているんだ。牛鬼は、やっぱり病気を扱う妖怪として書かれているんですね。そのパターンが多いね。病気を扱う妖怪だと、有名なところに放送馬場という妖怪がいる。この妖怪は天然痘にまつわる妖怪で、こんな話が伝わっている。ある地域で天然痘が流行し、多くの死者が出た。そしてその遺体を埋葬するんだが、なぜか毎回墓が掘り起こされて、遺体が荒らされていたそうなんだ。墓泥棒の仕業と考えた人々が重しを置いたり、深いところに埋めたりしたが、それでも一晩で折り返されて荒らされていたんだそうだ。これは人間技ではない、妖怪によるものだと人々は考えた。それが放送馬場ですね。そう、人々は、放送馬場という化け物がおり、死人を食べるために放送を流行させて、人々を病死させていると考えたんだ。それは恐ろしいですね。ある時、村の名主の息子が天然痘で亡くなった。名主は、我が子たちだけは放送馬場に食われまいと、十数人がかりで運ばせた大きな重石を土に乗せ、夜は銃を持った漁師が番をしていた。はじめは何も起こらなかったが、漁師たちが明かりを弱めた時、土を掘り返す音が聞こえた。漁師が忍び寄ると、相手は轟音と一緒に企業をなぎ倒しながら去っていったという。以降、赤嵐の怪異は起きなかった。怪異が収まったということは、そいつが放送馬場だったんですかね。そうかもしれないね。では次の怪異に行く前に、前回に引き続き豆知識タイムと行こう。お、待ってました。
先ほど話題に上がった牛鬼という妖怪について豆知識を話していこお願いします。う。牛鬼は体が雲で頭が牛の凶悪な妖怪なんだが、とある特徴があるんだ。それは、牛鬼は人を助けてはいけないんだ。人を助けてはいけない。そう。牛鬼は人に害をなす存在だから、人を助けてはいけないとされているんだ。ある青年を助けた牛鬼は、その瞬間全身がドロドロに溶けて死んでしまったと言われているね。残忍な性格と言われる牛鬼だが、残忍にならざるを得ない縛りを課せられているのかもしれない。そうだったんですね。なんかかわいそうです。もう一つ豆知識を話すと、牛鬼はある妖怪とペアになって行動することもあるんだ。とある地域に伝わる牛鬼は、濡れ女という女妖怪とペアになって行動している。一体何をしてくるんでしょうか。まず濡れ女が通りすがりの人に赤ん坊を抱かせる。その赤ん坊を抱いていると、赤ん坊はどんどん重くなってくる。あまりの重さに動けなくなっていると、水中から牛鬼が現れて人間を食べてしまうんだ。なんか卑怯なやり口ですね。まさにつつもたせ。新宿とかにいそうです。では豆知識も披露したところで次の話に行こう。次に紹介するのは、うなぎが化けた人間の怪異、うなぎ婿。うなぎ婿。うなぎと結婚？これはとある妖力を持ったうなぎが化けた人間の話なんだ。ある嵐の夜があった。翌朝、近くに住むおじいさんとその娘が川にやってくると、そこには裸で倒れている一人の若者がいた。その若者こそがうなぎが化けた人間の男だったのだ。二人は若者を家に連れ帰り解放した。そしてなんやかんやあって若者とその娘は結婚した。男が婿に入る形でね。なんやかんや。その娘は料理が非常に上手だった。そのため、うなぎ男は毎日満足して暮らしていたんだ。ある日、娘が食材を取りに行ってくると言って山に出かけた。うなぎ男は一体どんな材料を使っているのか気になり後をつけることにしたんだ。山へ入っていた娘は、なんと蛇を捕まえていた。うなぎ男は自分の本当の姿に似た蛇を裁く娘の姿を見て恐怖したんだ。そして娘に自分の正体を告げ、川に帰っていったという。なんか日本昔話でありそうな話ですね。そうだね。あるかもしれない。この話の他にも、うなぎに関する怪異はある。それがうなぎ小僧という怪異だ。この話のうなぎも人間に変化している。うなぎは意外とそういう力を持っているんでしょうか。どうだろうね。妖怪として名高い、蛇やナマズに近い形をしているから、そうなのかもしれないね。なるほど。このうなぎ小僧なんだが特に悪さはしない。毎日寺の本尊におこわをお供えしていただけなんだ。ある日殿様が釣りを楽しんでいると、とても大きなうなぎが釣れた。そこで早速腹をさばくと、腹の中にはおこわが詰まっていたという。そしてそれ以降、本尊におこわをお供えする子供の姿はなくなった。うなぎが人間に化けてお供えしていたんですね。信心深いうなぎです。うなぎの正体を知った人々はうなぎの供養のために、本尊の近くにお地蔵様を建てた。この地蔵はその成り立ちから、うなぎ地蔵と呼ばれているよ。そうだったんですね。さあ、最後の話だ。最後に紹介するのは現代の怪異、エレベーターの怪異。エレベーターの怪異。そのまんまなタイトルですね。これは東京都北区にある滝野川女子学院に伝わる怪異の一つだ。その学校には一箇所だけエレベーターが設置されていた。ある日、ほとんどの生徒が下校したある時間、一人の生徒がそのエレベーターの前を通ったんだ。すると、突然エレベーターの稼働音が聞こえてきて、生徒の階で止まった。普段使われることのないエレベーターが動いていることにも驚いたが、さらに驚くべきことに、中には制服姿の女が乗っていたんだ。その制服は、その学園の昔の制服で、今着ている人は誰もいないものだったという。なんかもう幽霊感満載ですね。するとその女は、乗っていらっしゃいと生徒を手招きしたんだ。恐ろしくなった生徒はすぐに逃げて、用務員に知らせに行った。それを聞いた用務員がエレベーターの制御盤を確認すると、エレベーターの電源はとっくに切られていたんだという。怖いですね。エレベーターの怪異で有名なものがもう一つある。それが、地獄の女という怪異だ。地獄の女？シンプルですけど怖いですね。ある男がホテルの一室で休んでいた。するとそこに、深夜だというのに誰かが訪ねてきた。怪しく思いながらもドアを開けると、そこには全身黒ずくめの女が立っていたんだ。すると女は男に対し、もう一人乗れますが、どうぞ、と声をかけてきたんだ。恐ろしくなった男はすぐに扉を閉めて、震えながら朝が来るのを待った。朝になり、ホテルから出るためにエレベーターへ向かう男。混雑しているエレベーターの中に、あの女がいた。そして女は男に対して、もう一人乗れますが、どうぞ、と声をかけてきたんだ。昨晩の恐怖を思い出した男は、階段で行くからいいです、と断り去ろうとすると、後ろから、ドンと大きな音が響いてきた。振り返ると、エレベーターの扉から煙が出ている。なんとワイヤーが切れ、エレベーターが落下してしまったんだ。
そしてこの事故で乗っていた人は全員死んでしまったという。その女が地獄の女だったということでしょうか。おそらくそうだろうね。そうやって人間を地獄に連れて行ったのかもしれない。怖すぎる。というわけで今回は東京都にまつわる怪異妖怪都市伝説を紹介したけど、どうだったかな？知らない話ばっかりで面白かったです。話してほしい地域やテーマがあればコメントにどんどん書いてくれると嬉しい。本当は怖い童謡なんてどうでしょそれもいいね。いつかやろう。楽しみにしてます。それではこの動画はこの辺で。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではさようなら。